中ラジオ。皆さんこんにちは、田中です。今これを録音している時は4月中旬なんですけど、最近とても暖かくて、私が育てている植物もみんな元気です。さて、実は最近私が YouTube を作っていて大失敗したことがあって、ちょっとショックを受けていたんですが、皆さんとシェアして笑い話に変えたいと思います。よかったら最後まで聞いていただけると嬉しいです。私は YouTube を始めてもう3年ぐらい経つんですが、実はずっと声の録音がうまくできないことが悩みだったんですね。いつも静かな部屋で録音しているんですが、なぜかサーというホワイトノイズとかカチッという雑音が入ってしまうことがよくありました。動画編集ソフトを使ってホワイトノイズをできるだけ消したり、雑音が入ったところを一つ一つカットしたり、苦労しながら音声の編集をしていたんですが、ちょっと限界を感じたので、今からちょうど1年ぐらい前に少しいいマイクを購入しました。これを使えば綺麗な音で録音できると思っていたんですが、なぜか新しいマイクに変えても音質はほとんど変わらなくて、相変わらず雑音が入ってしまっていました。それでもそのマイクを使って約1年間録音していたんですが、つい先日ようやく原因がわかりました。この前パソコンの調子が悪くなったので、一回すべての設定をリセットしたんですね。それでふとマイクの設定も見直してみたんですが、なんとマイクがパソコンに認識されていないことに気がついたんです。どうやらパソコン側の設定がおかしくて、今までずっと私が買ったマイクじゃなくて、パソコンの内蔵マイクで録音していたことが分かりました。つまり1年もの間、つながっていないマイクに向かって喋り続けていたんですね。もっと早く気づいていたら、この田中ラジオももっといい音で録音できていたのになぁと思うと少し悔しいですが、今気づくことができてよかったです。これまであまり設定などを確認せずに結構勢いで動画を作り続けてきたんですが、一度立ち止まっていろいろ見直すことも大事だなと思いました。皆さんも何かうまくいかないことがあったら、一度立ち止まってみると解決方法が見つかるかもしれません。はい、以上が私の最近の失敗談でした。さて、今回もエピソードに出てきた単語や表現をいくつかピックアップして PDF を作りました。無料でダウンロードしていただけますので、概要欄のリンクからぜひチェックしてください。お知らせコーナー。今日はちょっとしたお知らせがあります。最近日本語のブログを始めました。YouTube 動画は基本的に日本語初心者から中級者向けに作っているんですが、この田中ラジオの視聴者さんのようにもう少し高いレベルの学習者さん向けのコンテンツも出していきたいなといつも思っていました。実は私、動画を作るのも好きですが、文章を書くことも結構好きなんですよね。ずっとブログをやってみたいなと思いつつ、続けられるかな、読んでくれる方はいるかなと思って、なかなか始められずにいたんですが、今回思い切って始めてみることにしました。私がコンテンツを作る時の思いとか、日常のささやかな出来事など、YouTube 動画の中ではあまり話さないことを綴っています。日本語でちょっと長めの文章を読むのに挑戦してみたいという方は、
ぜひ概要欄のリンクからチェックしてください。お便りコーナー。今回も田中ラジオに送っていただいたお便りを紹介したいと思います。今日はオーストラリアのケイシャさんからです。少し長めのメッセージを送ってくださったので、私の方で少し短くまとめさせていただきますね。私は今12歳で、大きくなったら日本に留学することが夢です。日本語を勉強しようとしているのですが、このアプリを使うといいよ、この教科書がいいよという人もいれば、そんなアプリや教科書を使って勉強した日本語は通じないよという人もいて、どうすればいいかわかりません。初心者はどうやって日本語の勉強を始めたらいいですか？私はこの方の気持ちがすごくわかって、このお便りを読んだとき、絶対回答したいなと思ったので、今回紹介しました。私も外国語を勉強しているので経験がありますが、SNS を見るといろんな情報や教材があって、一体何を信じて勉強すればいいのかわからないですよね。これは私の意見ですが、初級の教科書は何冊も使わなくても一つあれば十分だと思います。ひらがな、カタカナを最初に覚えたら、基本的な文法は教科書で学んで、あとは日本語を浴びるようにたくさん聞いてみてください。日本語のリスニングには YouTube を活用するといいと思います。好きな日本の YouTube チャンネルを見つけて、日本語をたくさん聞いてください。最初は全然わからなくても、少しずつ単語を聞き取れるようになったり、日本語のリズムや音に慣れてきたりすると思います。ポイントは自分の好きなチャンネルを見つけるということです。私のチャンネルを見ていただければ、私はもちろんとても嬉しいですが、必ずしもこのチャンネルのような日本語を勉強するチャンネルじゃなくても大丈夫です。もし料理が好きであれば料理のチャンネル、好きなアイドルのチャンネル、Vlog のチャンネル、同じ動画でも何回も見たくなるようなお気に入りのチャンネルを見つけるといいと思います。はい、皆さんいつもたくさんのお便りを送っていただきありがとうございます。お便りは概要欄のリンクからお送りいただけますので、質問やメッセージを送りたい方はチェックしてみてください。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。